はい、毎学期の北澤です。今日はですね、ちょっとこちらのセミアコをご紹介したいと思います。こちらはですね、ギルドっていうね、見えますかね。ここにギルドってね、デカデカと書いてあるんですが、このギルドというメーカーの作った、セミアコースティックギターのご紹介です。ギルドっていうと、どっちかというとね、このアコースティックギターのイメージが強くて、70年代ですね、1970年代とかにね、日本でも、いろんなアーティストですね、泉谷しげるさんですとか、あと井上陽水さんですとかね、そうそうたるアーティストが結構使っていて、ギブソンでもなくマーチンでもなく、見た目はちょっとマーチンに近いんだけど、もっと太い骨太なロックサウンドのするアコギっていうイメージですね。その後一回ちょっとギルドっていうメーカーはね消滅というか倒産しちゃったんですが、その後、復活して、フェンダーの工場で作ってたり、今どうなってるかわからないんですけど、その復活した後のギルドですね、復活した後はこういうエレキギター的なものもちょっとやってるみたいで、僕セミアコやってるなんてほとんどもう全然知らなかったんですけど、何かニュースかなんかで、こういうセミアコが出たっていうのを見て、で見た目がねとってもかっこいいんですよね。いいじゃんこれと思って、思わずちょっと一本仕入れてしまったみたいな感じなんですが、このセミアコの選択肢っていうのも、なかなか難しいところでね、エピフォンっていうメーカーがまず筆頭でね候補に上がってくるとは思いますが、なんかエピフォンばかりでもねちょっとつまらんかなっていうのがあって、じゃあアイバニーズかなって見てみても、ちょっとアイバニーズの場合は、純粋なこのなんか335タイプというかね、こういうスタイルというよりかちょっと独自のスタイルを採用している我が道を行く感じのメーカーのようなイメージもあってね、その他フェルナンデスとかでもいろいろコピーモデルは出てますが、ちょっとねいまいちブランド的に弱いようなね気もしちゃってですね、そこでこうギルドが出してるっていうのを聞いて、もしかしたら結構これいけるんじゃないかみたいなね感じで、ちょっと入れてみました。で入れてみて、写真だけねネットの写真かなんか見て、決めちゃったんですが、でもね実物見てねとってもこうかっこよくて、惚れ惚れしちゃいました。いいんですよデザインがとにかく。ちょっと細かいところ言いますとね、このボリュームのところのノブのデザインとかね、これもありきたりなノブを適当につけましたみたいな感じじゃなくて、とってもオリジナリティのある、ここにギルドのマークが入っていて、あとこのフォント、この数字のねフォントもとってもクラシカルで、これいいんですよね。あとここにギルドのマークがねさりげなくピックガードのところに入っていたり、あとピックアップもちょっと独自のスタイルなんですよね。多分自社製じゃないかなと思うんですが、あとまたオリジナルのねギルドのロゴの入ったピグズビータイプのトレモロですね。ギルドの G のマークがここもかっこよくデザインされて入っていて、とにかくオリジナリティとこう伝統的なスタイルがとてもいい次元でねミックスされていていいんです。はい、これねちょっと生音も結構しっかり鳴ってくれていて、ちょっと待ってね、ちょっと今アンプ切りましたんでね、こう生音だけで聞いてみましょう。ちょっとマイクを下に向けまして、こんな感じかな。なんかビビってる。スイッチですね。ちょっとこのねスイッチの部分にガタがあるというかね、どんなスイッチもそうですけど、ちょっとここがちょっと弾くとね振動しますが、アンプからは多分出力されないレベルですね。
もちろんね普通のエレキギターよりもしっかり大きい音で鳴ってくれるので、自宅で、ちょっとね練習する場合エレキギターだけだとちょっとねアンプなしで弾くとね物足りないっていう場合とか、やっぱこうちょっと若干の生鳴りがあるとねとても気持ちよく弾けますね。そうだほんでねちょっと資料がありますので、ちょっと見てみますと、これはスターファイヤーっていうモデルで、スターファイヤーもいろいろあって、これはダブルカッタウェイモデルですね。ダブルカッタウェイっていうのは両方こうなんかこう角みたいなのが出てるシングルカッタウェイモデルもあるんですよ。もうちょっとシングルだとなんていうかな、ちょっとジャズっぽいスタイルになるのかなっていう感じですね。でセミホローボディギターって言って、ここにね真ん中にこのセンターブロックっていうね一本の木が仕込まれていて、これ中が全部空洞じゃなくてこことここだけね空洞なんですね。だからセミホロー、セミアコ、いわゆるセミアコってやつですね。フルアコ、フルねもう全部空洞のものよりもハウリングがしにくいっていうので、普通にエレキギターの代わりとしても使っていただける、ね、ライブとかでもガンガン弾いてもらってロックな、ね、曲を弾いてもらっていいっていうことですね。はい。で、スターファイヤーもそのねいろいろある中のバリエーションでトップがね、メイプルのモデルとマホガニーのモデルがあるんですね。やっぱマホガニーっていうとちょっと柔らかい音のイメージ、軽やか、なんだろうね、軽やかかつ温かみのある音がするのがマホガニーで、これメイプルっていうのはちょっとそれよりも硬い感じなんですね。でよくセミアコ、アーチトップのギターにはメイプルが好んで使われます。はい。バイオリンとかもねチェロとかもそういうのは全部そうですけど、はい。これは、頑丈なアーチメープルトップバックサイドを採用で、セミホローボディらしさのあるエアリーでクリスピーなトーンを実現しています。でまた 628mm スケールということでね、620、630、約630のスケールっていうのはちょっと短いのかな、多分ね短めなのでチョーキングとかもやりやすいと。で、モダンな薄めの U ネック、ね、これねネックもねとってもね握りやすいんですよ。こう普通のエレキギターと遜色ないぐらいの薄さを実現していて、エレキから普通に持ち替えて違和感なく弾ける、ネックになってますね。で18フレットジョイントでね、18フレット10、15、16、17、18、ここでジョイントされているということですね。ハイフレットへのアクセスの快適さ、この辺までとってもねダブルカットウェイの利点でもあるんですけど、届きやすい、指が届きやすいです。はい。そんなとこかな。で、ギルド独自の HB2 アルニコ2ハムバッカーですね。セラミックピックアップじゃなくてよりヴィンテージなトーンを実現できるアルニコタイプのハムバッカーを積んでいるということですね。でね、しかもねプッシュプルコイルスプリット、本当？ちょっと待って、プッシュプルだから、このねボリュームを押したり引っ張ったりすることでそれぞれのピックアップをハムバッカーからシングルへ切り替えることもできますね。とっても気の利いた仕様ですね。いろんな音が出せます。はい。で、ビブラートね、あんまり使わないとは思うんですがビブラートもついているということですね。はい。ということでじゃあちょっと、アンプからも音を出してみますね。ちょっとボリューム上げます。柔らかい音ですね。柔らかいねクリスピーなトーン。これ今ねセンターですね、ピックアップがセンターちょっ
と上というかなんだ、フロントにしてみましょう。うん。でリア。リアはやっぱね、こうちょっとジャカジャカした。そうですね。ロックとかでね歪ませる場合はこのリアでちょっとディストーションオンにするとかっこいい音になりそうな感じがしますね。けど、この歪ませない生の、クリーンの音だととってもこうメロで、ジャズっぽい音っていうんですかね。あんまりジャズわかんないんですけど。とてもね弾いてて気持ちいい音ですね。はい。どうだろうね。本当もいいですけどね。けどなんかセンター気持ちいいですね。ピッキングのアタック感というかね。カリッっていう音が出るっていうかね。アタック感がとっても気持ちいい。いいですね。ちょっとねトーン絞る。いいですよね。てな感じで、こちらスターファイヤーのご紹介でした。とってもかっこいい、音もいいで、なおかつ素晴らしいケースがついてきます。ちょっとケース持ってきますね。これですね。ちょっと袋に入っちゃっててあれか分かんない。これです。なんておしゃれなんでしょうね。なんかねこう斜めのステッチがとってもなんか今風でかっこいい。でグレーのカラーリングにここにギルドの刺繍が入っています。でファスナーのここもねとっても頑丈そうな金具でできてるんですよ。もうケースってまずファスナーがねダメになっちゃうことが多いので、これはとっても信頼できる仕様じゃないかな。あとおしゃれなのがねこの取っ手の部分なんですが、ここになんかねかっこいいギルドのマークのねなんか四角いものがついてますね。なんかよくわかんないんですけどこれかっこいいです。とあとこのケースのねこう背負うためのリュックを収納する、これね気が利いてますよね。使うときはこうやって金具を出してカチャってやれば背負えるっていう感じですね。そうでないときはこうしまっとけば邪魔にならないってことでね、これケースだけでも1万円以上絶対しますよね。はいね、素晴らしいです。こんなケースがついて、税抜き定価が、10万5千円なんですね。だから税込みで11万何がしとかね、12万くらいになるね。違う11万税込みで11万5500円なんですが、こちらねサクッとね2割引かせていただいて、9万2400円販売で、お出ししようかなと思っております。ぜひぜひご検討くださいませ。よろしくお願いします。